皆さんこんにちは、小垣子です。今日は運動会の障害物競争の中に入ってぴょんぴょん跳ねる麻袋をイメージして作ったこちらのセーターの作り方をご紹介したいと思います。このセーターはすごくシンプルなデザインで、まず後ろ身ごろから編んでいくんですけれども、後ろ身ごろは四角になります。今回の私のサイズはこの横幅ですね。ここが80センチで、縦、この長さが50センチぐらいになります。その四角をまず後ろ身ごろとして編んで、それが編み終わったら今度、肩から前身ごろを編み足しました。前身ごろも後ろ身ごろと全く同じ四角のサイズになるんですけれども、ちょっとワンポイントが欲しいなと思ったので、ポケットをつけました。そしてポケットの中身をあえて遊び心といった感じで違う毛糸でつけてみました。なので前身ごろを作って、そしてこの脇の部分を閉じて、あとポケットの裏地ですね。これを編み足したら完成というとってもシンプルなデザインになっています。ちなみに私自身のサイズは身長が160で、お洋服のサイズはラージに近いミディアムを普段着てるような感じです。なので、皆さんお好きなサイズにもっと細くしてもいいですし、長くしても短くしても、簡単にサイズのアレンジもできるんじゃないかなと思います。材料はこちらになります。今回私が使っていく毛糸はちょっと画面に入りきれてないんですけれども、この巨大な毛糸のボールで編んでいこうかなと思います。こちらは、いつものようにと言いますか、スリフトストアで買ってきたものなので、詳細はよくわからないんですけれども、ここに貼ってあるステッカーを見る限り、多分ルーマニアでできた毛糸なのかなといった感じです。なんか原料っぽいことも書いてあるかなと思うんですけれども、WOSW とか PC とか書いてあるので何でできてるのかもよくわかりません。なんですけどふわふわして気持ちいいし、色も可愛いのでこちらで編んでいきたいと思います。そしてアクセントとしてポケットの内側はこちらのワイン色の毛糸で編んでいきたいと思います。こちらも同じく家にあった毛糸なんですけれども、こちらの毛糸と本体部分とポケットの内側の毛糸、かなり糸の太さが違うんですね。なのでちょっと影で分かりにくいですかね。なので、ポケットの内側をこのワイン色で編むときは毛糸を二重にして、二重でも足りないですかね。二重でも足らないかな。二重か三重にして編んでいきたいと思います。で、私はこの毛糸で編んでいくんですけれども、皆さんはもうお好きな毛糸で編んでいってください。それに合わせたかぎ針で編んでいってください。で、可能であればこの内側の毛糸と表が本体部分の毛糸、太さが同じぐらいだと編みやすいと思います。そして私はかぎ針、今回 6mm なので日本でいう10号で編んでいこうと思います。あと必要なものはとじ針じゃなかったすいません、いつも間違えちゃうんですよね。ステッチマーカー、とじ針、ハサミ、そしてメジャーになります。では編んでいきましょう。まず編み始めなんですけれども、私は、鎖編みと1段目を一緒に編んでいくような感じの編み進め方が好きなので、それでいきたいと思います。今回編んでいく編み方は英語で言うところのヘリンボーンハーフダブルクロシェなので、ヘリンボーン中長編みになるのかな。それと長編みを交互に編んでいきたいと思います。なので1段目は鎖ヘリンボーン中長編み、鎖長編み、鎖ヘリンボーン中長編みと交互に編んでいきたいと思います。なんですけれども、基本的な編み始め方、まず鎖編みを全部編んでから編み戻ってくるのがお好きな方は、その始め方で進んでいただいても全然問題はありません。その場合は鎖編みをちょっと緩めに編んでいただいてから、編み方2段目の方にスキップしてください。では編んでいきましょう。まずとじ針じゃなくて何て言うんでしたっけこれ。
すいません、後で字幕足しておきます。湯あき目違うな、何だったっけ、ど忘れしちゃいましたけど、ここから鎖2目編みます。1、2、そうしたら最初この1番目の鎖は使うんですけど、この使わない2番目の鎖は立ち上がりの役割をします。で、今回立ち上がりの鎖は1、毎段1なんですけれども、これは目の数とはカウントせずに進んでいきたいと思います。そしたらまず鎖編みとヘリンボーン中長編みです。針に糸をかけてから一番初めの鎖の片山と裏山を拾います。そうしたら糸をかけて持ってきます。この時ちょっと長めに引っ張っておきましょう。そうしたらまず普段だったら鎖編みを作りたいので左1本を引き抜くんですけど、ヘリンボーンなので左側から2本引き抜きます。針に糸をかけて左2本を引き抜く。そして針に糸をかけて残りの2本を引き抜く。これで一番初めの目が完成です。そうしたらそうですね、ステッチマーカーを入れておいたら、次の段最後の目がここだぞというのが見失わなくて分かりやすくていいんじゃないかなと思います。そしたら次、鎖と長編みを編みます。針に糸をかけて左側の縦のライン、ちょっと2本一気に引いたので2本重なってるんですけど、一番左のみですね、ここに針を入れてもらって、そしたら後ろ側にも同じく縦ラインがあると思うので、後ろ側の縦ラインも拾ってください。そして糸をかけて持ってきます。で、糸は長めにしておきます。そしたら今回は長編みを編みたいので、まず左1本、その後2本2本、これで鎖と長編みができました。そしたら次またヘリンボーン中長編みに行きたいので、針に糸をかけて左側のラインに針を入れてもらって2本拾います。そしたら糸を持ってきて長めにしておきます。そして2本2本、次は長編みなのでこの左のラインに針を入れて後ろ側も拾って、で糸を持ってきたら長めに取って1本2本2本、あとはずっとこれを繰り返していってください。今回はこれで私は88目編んでいこうと思います。だいたい80センチ分である88目編み終わりました。先ほど申し上げるのを忘れてしまったんですけれども、今回の作品必要な目の数は偶数の目になります。では続いて2段目編んでいきたいと思います。まず立ち上がりの鎖を1をします。これは目の数とは数えません。そしたら作品をひっくり返して、これは目ではないので一番初めは根元なので、ここですね、ここから編み始めることになります。まず最初はヘリンボーン中長編みです。針に糸をかけてから1番目の目に針を入れて糸を持ってきたら、今持ってきた目でなので一番左のループで真ん中のループを引き抜きます。そして糸をかけて残りの2本を引き抜きます。これで一番初めの目が完成なので、ステッチマーカーを入れておいたら次の段の最後が分かりやすいと思います。そしたら次は長編みです。針に糸をかけて隣の目に針を入れて糸を持ってくる。2本2本、あとはこれの繰り返しです。ヘリンボーン中長編みは針に糸をかけてから次の目に針を入れて持ってきたらそのまま引き抜く。そして2本を引き抜く。そして長編み
というのをずっと繰り返していってください。で、目の数は偶数目あるはずなので、一番最後ですね。一番最後の目は中長編みで終わるはずです。あとはこの2段目の編み方をずっと繰り返していって、だいたい50センチぐらいですかね、になるまで編んでいってください。50センチぐらい、私の場合は52センチになったんですけれども、編み終わりました。そして、編み終わる段なんですけれども、偶数の段で編み終わるようにしてください。なので私のように鎖とヘリンボーン中長編みと一緒に編んでいった方は、この編み始めの糸があるところ、今右側にあるんですけれども、そしたら右側で終わるようにしてください。鎖編みで編み始めた方は逆に糸とは反対側の方で終わるようにしてください。そして、編み終わったら、どうしましょうか。別に長く残す必要もないので、短く切ってで引き抜いて終わりにしたいと思います。ここでちょっと待ったです。私は何も考えず糸を短く切ってしまったんですけれども、この時糸を1メートルぐらい残して切っておくと、その糸を後ほど脇を縫う時に使うことができます。では続いて、前身頃を編んでいきたいと思います。私の場合はもうステッカーじゃなかった、すいません、ステッチマーカーももう入れたんですけれども、私の場合はちょっとまっすぐにすると画面に入んないので、今ちょっと曲線状になっているんですけれども、88目でスタートしています。そしてこの首のところの空き部分、今編み始めの方を見ています。首の空き部分は23センチぐらいがいいなと思ったので、メジャーを当てて測ったところ、目の数は26目でした。なので真ん中で26目開けたいなということで、88-26割る2をしたところ31になったので、左右それぞれ31番目の目にステッチマーカーを入れています。そうしたらこのステッチマーカーの内側の目の数ですね、これが26目になって首の空き部分ということになります。では前身頃を編んでいきたいと思います。編み始めなんですけれども、この先ほど編んだ後ろ身頃の1段目ですねの右左どちらから始めていただいてもそんな大差はないかなと思うんですけれども、私はこの編み始めの糸の逆側からスタートしたいと思います。そうしたらまず糸を持ってきて作り目をします。そして端っこの目ですねに針を入れて、作り目に針を通して糸を持ってきます。そうしたらば、立ち上がりの鎖1をして、ここからヘリンボーン中長編み長編みを交互に編んでいきたいと思います。で、糸端も一緒に編みくるめて編んでいきましょうか。針に糸をかけて、今通した目と同じ目ですね、根元の目に針を入れて、まずヘリンボーン中長編みからヘリンボーン長編みと交互に編んでいってください。ステッチマーカーがあるところまで編んでいってください。ステッチマーカーが入っている目まで編み終わりました。私の場合31と奇数なので、今ヘリンボーンを編んだところになります。そしたらステッチマーカーを外して、次の目から飛ばしていきたいと思います。私は、編み始めと同様に鎖と長編み、鎖とヘリンボーンと編んでいって飛ばしたいと思います。鎖編みのみで飛ばしたい方は緩めの鎖編みを編んでいってください。なので私は次長編みになるので、針に糸をかけて、今編んだところと同じ目ですね、ここに針を入れて糸を持ってきて、鎖を編んでから長編み、そしたら次はヘリンボーンなので糸をかけて、この左のライン
に針を入れて、もう一個後ろも取って糸を持ってきたら2本こんな感じで26目編んでいきたいと思います。26目編み終わりました。私の場合は26番目がヘリンボーンだったので、次長編みを編みながら反対側のところに編みつけていきたいと思います。なのでまず針に糸をかけてから、この端っこの目に針を入れて糸を持ってきたら、そのまま、ステッチマーカーの目に針を入れて糸を持ってきて、この3番目の右から3番目の目ですね、これを引き抜きます。そして、長編みなので2本と編んだら首の部分がつながった状態になります。そしたらあとは普通に順番通りですね、ヘリンボーン、長編みとずっと編んでいきたいと思います。そしたら、これが1段目で、2段目はもう、最初に編んだ後ろ身ごろの2段目と全く同じになります。あとはヘリンボーン中長編みと長編みの繰り返しになります。で、どこまで編んでいくかなんですけれども、前身ごろはポケットをつけたいと思うので、ポケットの入り口を編みたいなと思う長さまで編んでいきたいと思います。前身ごろ37センチ分編み終わりました。そろそろポケットをつけていきたいと思います。私はポケット、左右それぞれ同じ大きさの10センチ分開けたいと思います。10センチがだいたい10目なので、それぞれ10目開けていくんですけれども、目の数は私は今全体で88目あります。なので、どのように開けるかというと、私は18目、10目、32目、10目、18目と開けていきたいと思います。ポケットの空きの部分の編み方は首の部分と全く同じようになります。前身ごろ編み終わりました。ポケットのとこですね、ここもまだちょっと穴が開いてるだけの状態なんですけれども、開けて、で長さの方も後ろ身ごろと同じ段数分同じ長さ編んだので、これで前身ごろは終わりにしたいと思います。今度は短くじゃなくて、ちゃんと1メートルぐらいですかね、長さの糸を残して糸を切りたいと思います。では続いてポケットの内側を編んでいきたいと思います。私は毛糸2本取りでいこうと思います。ポケットの内側は作品の裏側を見るようにして編んでいってください。この作品自体、表裏とどちらも目の出方は変わらないので、皆さんご自身でこっちが表がいいかな、裏がいいかなとお決めください。そしたらまず、作り目をします。そして今回私はこのポケット10目10目あるので20目編んでいこうと思います。で、針を入れるとこなんですけれども、普段だったらこの V の字を拾うんですけれども、今回は手前1本だけを拾って1段目は編んでいこうと思います。なので10番目、この端っこですね、端っこの手前1本を拾って作り目を持ってきます。そして私はポケット今回中長編みでいこうと思うので、立ち上がりの鎖1、目の数とは数えない、立ち上がりをして、ここから中長編みを編んでいきます。今入れたところと同じ目に針を入れて中長編み、そしたら必要ないかもしれないんですけど、一応ステッチマーカーを入れて、これが段の最後、引き抜き編みをする目だぞという印をつけておこうと思います。そしたら隣の目も V の字の手前側だけ1本ですねを拾って、糸端も一緒に編みくるめて中長編み、中長編みとぐるっと一周、私の場合は20目中長編みを編んでいきたいと思います。
ぐるっと一周中長編み20目編み終わりました。そしたらこの段一番初めの中長編みの上に引き抜き編みをします。これで1段目は完成です。そしたら2段目からは、別に V の字の手前だけではなくて普通の中長編みですね。立ち上がり鎖1をしたら中長編みをぐるっと一周編んで引き抜き編みをしてで、立ち上がりの鎖をしてというのをずっとお好きな長さまで編んでいってください。私は多分8段から10段ぐらい編んでいこうかなと思います。ポケットの内側8段編み終わりました。そしたら引き抜き編みでこれを半分にしてこの底の部分を閉じようかなと思ったんですけれども、今見たらこうポケットの入り口がこんな感じになってて、段の始めが今かなり右に寄ってるんですよね。ほぼ真ん中に来てる状態なので、これでこのポケットをこう半分に折って縫ったらなんかポケットがおかしなことになってしまうので、私は糸をそうですね50センチぐらいの長さで切って、でこのポケットの入り口と平行になるようにパタンと半分に折ってここを適当に縫って閉じていきたいと思います。ポケットの底つなぎ終わりました。表から見てみるとこんな感じになります。そしたら反対側も同じようにポケットの内側つけていきたいと思います。ポケットの内側2箇所作り終わりました。続いては最終工程であるこの脇の下の部分をつなげていきたいと思います。ここを私は縫っていこうと思うんですけれども、ポケットの時と同様に今裏面を見ている状態でここを縫っていきたいと思います。もう針を入れるところは針が入りそうなところだったらどこでもいいんじゃないかなと思います。でどこまで縫っていくかなんですけれども、私はこの肩の部分からそうですね20センチぐらいを袖として開けたいので、そこの後で測って20センチのところまで縫っていきたいと思います。で片側ができたら反対側も同様に縫っていきたいと思います。セーター完成しました。はい、正直に言いますと80センチが思ったより太かったです。はい、もうちょっと細くなるかなと思ったんですけど、予想以上にダボっとした感じになりました。なので次作る時はもうちょっと細め、70センチか65センチとかでもいいかなと感じています。今回は私はこう太い毛糸でザクザクザクっと編んで、より一層、麻袋感が出てよかったかなと思うんですけれども、細い毛糸でもっと繊細にもっと柔らかい感じに作っても可愛いんじゃないかなと思います。もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバーイ。